り解説。ハリウッド史上最も美しい男、モンゴメリー・クリフト、その悲劇と輝きを振り返る傑作選ベスト10。マリサ、今回のテーマは、ハリウッド史上最も美しい男って言われた俳優さんなんでしょ？私、すごく楽しみにしてたんだ。どんな人だったのか、詳しく知りたいな。ああ、モンゴメリー・クリフト、通称、モンティのことだな。彼は1950年代のハリウッドで、その類稀なる美貌と、心の奥深くを表現する繊細な演技で一世を風靡した、まさに伝説のスターなんだぜ。ジェームズ・ディーンやマーロン・ブランドと並ぶくらいすごい人なんでしょ？でも、どうして伝説って言われることが多いの？いい質問だな、レイム。彼は役の内面を深く掘り下げるメソッド演技の先駆者だったんだが、何より彼の人生は、1956年に起きた悲劇的な交通事故を境に、栄光から苦悩へと大きく変わってしまったんだ。だからこそ、彼の作品には特別な輝きと、痛々しいほどの魂の叫びが刻まれているんだぜ。今回は、そんなモンテの悲劇と輝きを振り返る傑作選をベスト10形式で紹介していくぜ。第10位。若き獅子たち、1958年。第10位は1958年に公開された戦争大作、若き獅子たちだぜ。この映画は、モンゴメリー・クリフトがあの悲劇的な交通事故の後、初めて大スターのマーロン・ブランドと同じ作品に出演したことで大きな話題になったんだ。事故による心身の傷を抱えながら、見事に第一線へ復帰した彼の、まさに魂の演技が見どころの傑作なんだぜ。事故の後にそんな大作に出ていたのね。マーロン・ブランドと同じ作品に。でも、共演シーンは多かったのかしら？そこがこの映画の面白いところだぜ。実は、クリフトとブランドが直接顔を合わせるシーンは、物語の最後までないんだ。まず、この作品がランクインした理由は、事故で顔面に麻痺が残り、精神的にも追い詰められていたクリフトが、俳優として復活を遂げた記念碑的な作品だからだ。その痛々しいほどのリアリティが、彼が演じた役柄に凄まじい深みを与えている。単なる戦争映画じゃなく、敵味方それぞれの立場で戦争に翻弄される人間の苦悩を描いた深い物語だからこそ、彼の演技が一層輝いて見えたんだぜ。そうだったんだ。具体的には、モンテはどんな役を演じたの？物語も気になるわ。この映画は第二次世界大戦を舞台に、3人の若い男の運命を描いている。一人はマーロン・ブランドが演じる、ナチスに理想を抱くドイツ軍将校クリスチャン。もう一人がディーン・マーティン演じる陽気なブロードウェイ歌手のマイケル。そして、クリフトが演じたのが、気弱で知的なユダヤ系アメリカ人のノアだ。ノアは、味方であるはずのアメリカ軍の内部でさえ、ユダヤ人というだけで理不尽な迫害を受けるんだ。この役どころが、事故後の傷ついたクリフト自身の姿と重なって、見る者の胸を強く打つんだぜ。彼の顔に残る傷や、どこかぎこちない表情が、演技を超えた真実味を生み出しているんだ。敵と味方、それぞれの視点で物語が進むのね。なんだかすごく壮大だわ。でも、だからこそ切なく感じるわね。まさにその通りだ。だからこそ、この若き獅子たちは、単なるスター共演作じゃない。戦争という極限状況で、理想を失う者、卑劣さに立ち向かう者、自己保身に走る者、それぞれの生き様が描かれる。そして物語の最後に、3人の運命が衝撃的な形で交差するんだ。モンゴメリー・クリフトという俳優の不屈の魂と、戦争の無情さを力強く描き出した、忘れられない一本なんだぜ。第9位。荒馬と女、1961年。第9位は、1961年公開の荒馬と女だ。この映画は、モンゴメリー・クリフトのキャリアを語る上で非常に重要なんだが、それだけじゃない。主演のクラーク・ゲイブルとマリリン・モンロー。この二人の偉大なスターにとって、本作が遺作となってしまった。ハリウッドの一つの時代の終わりを象徴するような、伝説的な作品なんだぜ。クラーク・ゲイブルとマリリン・モンローの遺作。そんな作品にモンテも出ていたなんて、なんだか、聞いているだけで胸が締め付けられるような感じがするわ。ああ、
だからこそこの映画は特別な重みを持っている。ランクインした理由は、まさにそこにある。まず、本作でクリフトが演じたのは、ロデオで頭に大怪我を負い、心身ともに傷ついたカウボーイの役なんだが、これが交通事故で大怪我を負ったクリフト自身の現実とあまりにも酷似していた。彼の演技は、もはや演技という枠を超えて、見る者に痛々しいほどのリアリティを突きつけるんだ。さらに、脚本を手掛けたのが、当時モンローの夫だった劇作家のアーサー・ミラーだ。彼はそれぞれの俳優が抱える苦悩を役に投影させた。だからこそ、登場人物たちの孤独や絶望が、生々しく伝わってくるんだぜ。役柄と本人の人生がそこまで重なるなんて、具体的にはどんなお話なの？物語の舞台はネバダの荒野。離婚したばかりの昇進の美女ロズリン・モンローが、ローカウボーイのゲーブルと出会う。そこに、クリフト演じるロデオカウボーイのパースたちが加わり、野生馬の捕獲に乗り出すんだ。彼らは社会にうまく適合できない、ならず者たち。そんな彼らが互いの孤独を慰め合うように寄り添うが、やがて価値観の違いから衝突していく。特に、クリフトが母親に電話をかけるシーンで見せる弱々しさと愛情への渇望は、彼の魂の叫びそのもので、見る者の心を激しく揺さぶるんだぜ。聞いているだけで、すごく詩的で、でもすごく悲しい物語ね。そうだな。だからこそ、この荒馬と女は、伝説のスターたちの最後の輝きと、モンゴメリー・クリフトの痛切な演技が刻み込まれた、唯一無二の傑作と言える。彼のキャリア終盤を代表する一本だぜ。第8位、去年の夏、突然に、1959年。第8位は、1959年に公開されたゴシックミステリー。去年の夏突然にだ。この作品は、エリザベス・テイラー、キャサリン・ヘプバーンという、ハリウッドを代表する二大女優とモンティが共演した、まさに演技のぶつかり合いが見どころの作品なんだぜ。エリザベス・テイラーに、キャサリン・ヘプバーンですって、すごい組み合わせね。ミステリーっていうのも気になるわ。一体どんな謎が隠されているの？この映画がランクインした理由は、人間の心の深淵に潜む狂気と嘘を、息を飲むようなサスペンスで描き切った衝撃的な物語にある。本作でモンティが演じるのは、若き脳外科医クック・ロビッツ。彼は、裕福な未亡人バイオレット・ヘプバーンから、ある依頼を受けるんだ。それは、彼女のメイキャサリン・テイラーに、ロボトミー手術を施してほしいというものだった。ロボトミー手術、なんて恐ろしい。どうしてそんなことを？そこが物語の核心だぜ。キャサリンは、前の夏にバイオレットの息子セバスチャンが謎の死を遂げる現場に居合わせ、そのショックで精神を病んでしまったとされている。だが、バイオレットは、キャサリンが語る真実が、一族にとって不都合だから、手術で彼女の記憶を消し去ろうと画策しているんだ。モンティ演じる医師は、手術をすべきか見極めるため、キャサリンの閉ざされた記憶の扉を、対話によって開こうと試みる。彼の冷静で知的な佇まいと、患者の心の痛みに寄り添う繊細な演技が、この映画の緊張感を支えているんだぜ。じゃあモンテは、記憶を消そうとするおばと、真実を語ろうとするメイとの間で、板挟みになるわけね。その通りだ。だからこそ、この去年の夏突然には、豪華俳優陣が織りなす心理戦と、人間の偽善や欲望をえぐり出す、非常に文学的でショッキングな作品なんだ。特にクライマックス、モンティ演じる医師が真実を話すんだとキャサリンに迫るシーンは必見だぜ。彼のキャリアの中でも、特に知性的な役柄が光る傑作だ。第7位、女相続人、1949年。第7位は、モンゴメリー・クリフトのキャリア初期、1949年に公開された恋愛映画の傑作、女相続人だぜ。この作品は、彼が交通事故に遭う前の、完璧なまでの美貌がスクリーン上で炸裂している。だが、ただの美青年役じゃない。彼の愛は本物か、それとも財産目当ての嘘か、その二面性を見事に演じ切った、彼の演技力が光る一本なんだ。整った顔立ちのハンサムな役、モンテにぴったりじゃない。でも、愛が本物か嘘かわからないって、どういうこと？もしかして、悪役なの？
いいところに気づいたな、レイム。そこがこの映画がランクインした理由だ。本作でモンティが演じるのは、甘い言葉でヒロインに求愛する謎めいた青年モリス。彼の純粋そうな瞳と情熱的な態度に、ヒロインだけでなく観客も心を奪われる。だが同時に、こんな上手い話があるのかという疑念も生まれる。この光と影を巧みに演じ分けることで、彼は物語に深いサスペンスを生み出しているんだ。共演のオリビア・デ・ハビランドは、この作品で見事アカデミー主演女優賞を獲得している。彼女の迫真の演技と渡り合う、若きモンティの才能を堪能できるんだぜ。なるほど。ただの恋愛映画じゃなくて、心理的な駆け引きがあるのね。具体的にはどんなお話なのかしら？舞台は19世紀のニューヨーク。内気で容姿に自信が持てない大富豪の令嬢キャサリン・オリビア・デ・ハビランドの前に、若くハンサムだが無一文の青年モリス・クリフトが現れる。モリスの熱烈なアプローチに、キャサリンは生まれて初めての恋に落ちるんだ。だが、彼女の父親は、奴は財産目当ての詐欺師だと猛反対。愛を信じたい娘と、現実を見ろと諭す父親。そして、その間で揺れ動くモリスの真意。彼の甘い囁きは、本当にキャサリンに向けられたものなのか。その結末は、映画史に残るほど衝撃的で、ビターなものなんだぜ。うわぁ。結末がすごく気になるわ。ハッピーエンドじゃないのかしら。それは見てのお楽しみだぜ。だからこそ、この女相続人は、モンゴメリー・クリフトの完璧な美貌が、愛と疑念をかき立てる最高のスパイスとして機能した傑作なんだ。彼のキャリア初期における、俳優としての計り知れないポテンシャルを感じさせる一本だ。第6位、赤い川、1948年。第6位は1948年公開の西部劇の金字塔、赤い川だ。なんといってもこの作品は、モンゴメリー・クリフトの記念すべき映画デビュー作なんだぜ。しかも、共演はあの西部劇の王様、ジョン・ウェインだ。彼の存在感に一歩も引けを取らない、鮮烈なデビューだったんだ。映画デビュー作で、あのジョン・ウェインと共演したの。新人なのに、それはすごい大抜擢じゃない。プレッシャーも相当だったでしょうね。そのプレッシャーをものともしない演技を見せたからこそ、この作品は特別な意味を持つ。ランクインした理由は、クリフトがこのデビュー作で、すでに唯一無二の個性を確立したからだ。彼は、ジョン・ウェイン演じる頑固で独裁的な牧場主に対して、繊細さと知性、そして強い意志を持って反抗する養子マット役を演じた。この、権威への反抗というテーマは、後のクリフトのキャリアを象徴する役柄になっていくんだ。まさに彼の原点と言える作品なんだぜ。デビュー作がその後の俳優人生を決定づけたのね。具体的には、どんな風に二人は対立していくの？物語は、1万頭の牛をミズーリ州まで運ぶ、壮大な長旅、キャトルドライブを描いているんだ。だが、旅は困難を極め、育ての親であるダンソン・ジョン・ウェインは、次第に非情で独裁的になっていく。仲間たちの不満が爆発寸前になった時、ついに養子のマット・クリフトが反旗を翻すんだ。親父のやり方は間違っていると。そこから、二人の間の緊張関係は、破滅的な結末に向かって突き進んでいく。父の圧倒的な力に、静かな怒りと知性で立ち向かうクリフトの姿は、新人とは思えないほどの説得力があるんだぜ。うわぁ、育ての親と、そんな風に対立しちゃうなんて、息が詰まるような展開ね。そうだろ。だからこの赤い川は、単なる西部劇の枠を超えた、父と子の壮絶な確執を描いた人間ドラマの傑作なんだ。モンゴメリー・クリフトという新しいスターの誕生を、映画史に高らかに告げた不朽の名作だぜ。第5位、日の当たる場所、1951年。デビュー作で西部劇の王様と渡り合うなんて、すごかったわね。第5位は一体どんな作品なの？第5位は、1951年公開、モンゴメリー・クリフトのキャリアの頂点と言っても過言ではない。不朽の名作、日の当たる場所だぜ。共演は、彼の生涯の友でもあった絶世の美女、エリザベス・テイラー。二人の化学反応が奇跡を生んだ、映画史に残る恋愛映画の金字塔だ。
エリザベス・テイラーと、それは豪華ね。キャリアの頂点ということは、モンテの魅力が最高潮に達した作品なのね。その通りだ。この映画がランクインした理由は、クリフトが見せた演技の深さにある。彼が演じるのは、貧しい生まれから成功を夢見る野心家の青年ジョージ。彼は、富と名声という日の当たる場所へ行きたいという強い渇望と、人を愛する純粋な心との間で引き裂かれるんだ。この複雑な内面の葛藤を、クリフトはセリフではなく、苦悩に満ちた表情や繊細な眼差しだけで完璧に表現した。特に、テイラー演じる上流階級の美女アンジェラと見つめ合うシーンは、彼の美しさが際立つ、伝説的な名場面だぜ。セリフじゃなく、表情や眼差しで語る演技、ますます引きつけられるわ。一体どんな物語なの？物語は、野心家の青年ジョージ・クリフトが、叔父が経営する工場で働き始めるところから始まる。彼はそこで同僚の地味な女工アリスと恋仲になるが、上流階級のパーティーで、まばゆいほど美しい令嬢アンジェラ・テイラーと出会い、互いに激しく惹かれ合うんだ。しかし、そんな時、アリスの妊娠が発覚する。富と成功への道が見えた矢先に訪れた最大の危機。追い詰められたジョージの心に、やがて恐ろしい考えが芽生えていく。これは単なる恋愛映画ではなく、息を飲むようなサスペンスなんだぜ。愛と野望の間で追い詰められていくのね。すごく切なくて、怖い話だわ。ああ、だからこそ、日の当たる場所は、アメリカ社会の格差と、そこから抜け出そうともがく青年の悲劇を見事に描き切った傑作なんだ。モンゴメリー・クリフトという俳優の、儚い美しさと破滅的な魅力が凝縮されたこの作品が、第5位だ。第4位、ニュールンベルグ裁判、1961年。第4位は、1961年に公開された3時間を超える社会派大作、ニュールンベルグ裁判だ。この映画でモンテの出演時間はわずか12分なんだが、その短い時間で見る者の魂を根こそぎ揺さぶる、伝説的な演技を見せつけた作品なんだぜ。たった12分の出演、それなのにベスト4にランクインするなんて、よほど強烈なインパクトを残したのね。その通りだ。この映画がランクインした理由は、クリフトの俳優人生の全てをかけた、まさに魂の演技そのものにある。彼はこの役でアカデミー助演男優賞にノミネートされたんだ。交通事故後の後遺症や、精神的な苦しみに苛まれていた当時のクリフトが、自らの痛み全てを役に投影させた。その姿は、もはや演技の域を超えていたんだ。聞いているだけで胸が苦しくなるわ。ニュールンベルグ裁判って、ナチスの戦争犯罪を裁いた、あの歴史的な裁判のことよね。そうだ。この映画は、ナチス政権下で裁判官や検察官として加担した法曹関係者たちを裁く、継続裁判を描いている。クリフトが演じたのは、ナチスの優生思想に基づき、知的障害者として強制的に断種手術を受けさせられたパン屋の青年ルドルフ。彼は、その非道な行いを証言するために法廷に立つんだが、その時の彼の姿が、怯え、どもり、記憶も混乱している。だが、彼は必死に、奪われた人間の尊厳を訴える。その姿は、見る者の胸を張り裂けんばかりに締め付けるんだぜ。なんて辛い役柄なの。想像するだけで涙が出そうよ。彼の証言シーンは、映画史に残る名場面だ。だからこそ、このニュールンベルグ裁判は、クリフトの鬼気迫る演技によって、歴史の非常さと人間の尊厳という重いテーマを、観客一人一人の心に突き立てる力を持った。わずか12分で映画の革新を体現した、彼の俳優魂の結晶だ。第3位、地上より永遠に、1953年。第3位は、1953年に公開され、アカデミー賞8部門を制覇した戦争ドラマの普及の名作、地上より永遠にだ。この作品でモンテは、もちろんアカデミー主演男優賞にノミネート。彼のキャリアを代表する一本であり、映画史に残る数々の名シーンを生み出した傑作だぜ。アカデミー賞8部門、すごいわね。確か、海岸で抱き合う有名なシーンがある映画よね。モンテはどんな役を演じたの？その通り。だが、
この映画の進化はあの有名なロマンスシーンだけじゃない。ランクインした理由は、クリフトが演じた主人公プルーイットの決して屈しない魂にあるんだ。彼は、自分の信念を貫くためには、いかなる権力や圧力にも迎合しない。この孤高で、あまりにも純粋な兵士の姿を、クリフトは静かな怒りと悲しみを称えた瞳で見事に体現した。彼の俳優人生における、一つの到達点と言える演技なんだぜ。決して屈しない魂。彼の生き方そのものを体現したような役なのね。具体的にはどういう物語なの？舞台は、真珠湾攻撃直前のハワイにある陸軍基地だ。クリフト演じるプルーイットは、かつてボクシングの試合で親友を失明させてしまった過去を持つ兵士。彼は二度とリングに上がらないと固く誓っているんだが、彼が天才ボクサーだと知る上官たちは、部隊のボクシングチームに入るよう執拗に強要する。だが、プルーイットは堅くなに拒否するんだ。その結果、彼は仲間外れにされ、過酷で理不尽なしごきを受け続けることになる。それでも彼は、たった一人で自分の信念を守り抜こうとするんだぜ。自分の信念を貫くために、そんなに辛い目に、あまりに過酷な状況ね。そうだろ。だからこそ、地上よりとわには、組織の中の個人の尊厳という、普遍的なテーマを描いた傑作なんだ。クリフトが体現した、か弱くも見える男の内に秘められた鋼のような意志。その姿が見る者の心を打ち、永遠に記憶されるはずだぜ。第2位、私は告白する、1953年。第2位は、あのサスペンスの神様、アルフレッド・ヒッチコック監督とタッグを組んだ1953年の傑作、私は告白するだぜ。クリフトが演じた数々の役の中でも、最もストイックで、崇高な輝きを放つ一本と言えるだろう。ヒッチコック監督作品にまで出演していたのね。サスペンスとモンテの繊細な演技。すごく相性が良さそう。一体どんな役なの？この映画がランクインした理由は、クリフトが見せた沈黙の演技の極致にある。彼は、殺人犯の告白を聞いてしまったがために、戒律によって真実を話すことができない神父を演じた。無実の罪を着せられ、疑われ、追い詰められていく極限の苦悩。その全てを、彼はセリフではなく、ただひたすらに、揺れ動く瞳と苦悶の表情だけで表現しきったんだ。ヒッチコックは、クリフトのその禁欲的なまでの表現力を最大限に利用し、観客の心を締め付ける、第一級のサスペンスを作り上げたんだぜ。真実を話せないなんて、聞いているだけで息が詰まりそうよ。具体的にはどんなお話なのかしら？物語は、教会の女才がある殺人を犯し、ローガン神父、クリフトの国会室でその罪を打ち明ける場面から始まる。だが、国会の内容は絶対に口外できないという神の戒律がある。警察の捜査線上にローガン神父自身が容疑者として浮上し、状況証拠も彼に不利なものばかり。さらに、彼にはかつて愛した女性がいて、その過去までが暴かれようとする。彼は、ミサに集まった人々から冷たい視線を浴び、石を投げつけられても、ただひたすら沈黙を守り、たった一人で十字架を背負い続けるんだ。うわぁ、肉体的にも精神的にも、これ以上ないくらい追い詰められるのね。そうなんだ。だからこそ、この、私は告白するは、クリフトの持つ生々と苦悩が画面全体を支配する、他に類を見ないサスペンスの傑作だ。彼の沈黙が、何万語よりも雄弁に主人公の葛藤を物語る。俳優モンゴメリー・クリフトの真髄がここにある。堂々の第2位だ。第1位、サンが遥かなり、1948年。数々の傑作を抑え、栄えある第1位に輝いたのは、1948年公開、サンが遥かなりだ。驚くべきことに、この作品はデビュー作、赤い川と同じ年に公開され、クリフトは本作でいきなりアカデミー主演男優賞に初ノミネートされた。まさに伝説の始まりを告げた一本だぜ。デビューした年に、全く違うタイプの日本の傑作に出演していたなんて、まさに天才ね。犯行の赤い川でもなく、悲劇の日の当たる場所でもなく、この作品が1位に選ばれた決定的な理由は何なの？
この作品が堂々の第1位である理由は、モンゴメリー・クリフトという俳優の本質、その最もピュアな魅力である優しさと知性が、スクリーンに完璧に焼き付けられているからだ。後の彼のキャリアを彩る苦悩や反落といったイメージの源泉には、常にこの深く、温かい人間愛があった。その原点こそが、この映画にはあるんだぜ。彼の演技の原点、優しさと知性がテーマなのね。一体どんな物語なのかしら？物語の舞台は、第二次世界大戦直後のドイツ。ナチスの強制収容所で家族と引き離され、心に深い傷を負って言葉を話せなくなった一人の少年がいる。彼は人間不信に陥り、施設を脱走するんだが、そこで彼を偶然保護するのが、クリフト演じる米軍兵士のスティーブだ。彼は、言葉も通じず、獣のように怯える少年に、根気強く、そして深い愛情を持って接していくんだ。無理に話させようとはせず、ただ静かに寄り添い、少しずつ信頼関係を築いていく。その過程が、本当に涙ぐましいほど優しいんだぜ。戦争で傷ついた少年と、彼を救おうとする一人の兵士。想像しただけで胸が熱くなるわ。そうだろ。だからこそ、この、山が遥かなりは、戦争がもたらした癒しがたい傷跡と、それでも失われることのない人間愛という、普遍的な希望を描いた最高傑作だ。モンゴメリー・クリフトの温かい眼差しは、傷ついた少年の魂だけでなく、我々観客の心をも救ってくれる。彼の輝かしいキャリアの出発点にして、その魅力の全てが詰まったこの作品こそ、第1位の栄冠にふさわしいぜ。総評、まとめ。こうしてトップ10を見てみると、モンゴメリー・クリフトがいかに特別な俳優だったかがよくわかるわ。ただのハンサムなスターじゃなくて、心で演じる、真のアーティストだったのね。その通りだぜ。彼は、内面の葛藤や脆さ、純粋さを表現する、新しい演技のスタイルをハリウッドに持ち込んだ革命家だった。その繊細で知的なアプローチは、マーロン・ブランドやジェームズ・ディーンといった次世代の俳優たちに計り知れない影響を与えたんだ。交通事故という悲劇を乗り越え、俳優人生の最後まで魂を削って演じ続けた彼の姿は、見る者に深い感動を与える。彼の映画は、今も色褪せることのない輝きを放っているぜ。彼の眼差しに秘められた物語、もっと知りたくなったわ。紹介してくれてありがとう、マリサ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。